こんにちは。今日はヨガのポーズの中でも多分見る機会が一番多いんじゃないかというダウンドッグというポーズについて、左足が人工股関節前置関節高速法アプローチを受けた私のポーズをとった時の体の傾向と、その癖や変更をどのようにして矯正するかなどの方法を紹介したいと思います。ダウンドッグっていうのは、足と手を床についてお尻を持ち上げる体全体に効果のあるポーズです。以前、上半身を床と平行なままでの上半身と下半身が鈍角でのダウンドッグを紹介しましたが、それと比べると膝や腰、肩や腕、手首、手のひらにかかる負担がだいぶ大きくなります。私自身、股関節の怪我をしてからはしばらくはストレッチ程度のヨガしかしておらず、ダウンドッグのポーズをエクササイズに取り入れたのは手術後 7,8 ヶ月が経ってからでした。股関節だけでなく、腰痛や肩こり、膝の痛みなどにも効果的な万能のポーズなのですが、手足で体を支える筋力っていうのが必要なので、ある程度の体力や筋力が回復してから挑戦してみてください。全身に効くということは、全身を使うということです。全身のあちらこちらの正しい使い方をする必要があります。今回はダウンドッグポーズの時の体の使い方を3回に分けて紹介します。1回目の今日は手のひらと足の裏です。ではまず、私が体のどこにも特に意識せずにダウンドッグのポーズをとった時の体の傾きや変更などの癖をご覧ください。横からだと分かりにくいので、前後から見てみます。首と頭が左腕の方に近寄っていて、右に比べて左肩が少し上がっているの分かりますでしょうか。お尻も左右の高さが違います。首の傾きはいつも同じで左側によるのですが、お尻の傾きはいつも同じということはありません。もともと利き手が右手なので、怪我をする以前から肩も腕も腰も右が強くて反発する力もあるけれども、左半身は弱めでした。そして怪我、手術を経て、その左右差がさらに大きくなった感じです。歩きすぎた日など、右足、右半身への負担が大きくなりすぎて、手足の体重のかかり方のバランスが崩れて、お尻もどちらかに傾いていることが多いです。自分でも首が傾いているのはわかるし、手足や肩や膝、腰にかかる重みの違いでお尻がどちらかに傾いているんだろうなっていうのも感じます。こういう時は全身の使い方を3段階に分けて確認して調整をしていきます。ですが、その前に体の使い方としての大前提が2つあります。私のように人工股関節の高速法術を受けたり、手術を受けてなくても股関節の具合が悪い人は、背骨と大腿骨の角度は90度より狭くしないこと。かかとは浮いたままで構いません。大前提の2つ目は手足の位置と向きです。これとても大事なところなので、時間をかけて説明します。左右の手のひらと足裏で作る四角形は長方形か等脚台形。ここの基本形を守らないと癖も見つけられないし、矯正もできません。
次に手首と足首の向きも大事です。では左右の中指を、足は甲の中心のラインを平行に置きましょう。肩こりや首に痛みがある場合は、手のひらは肩幅より広く置きましょう。手のひらも肩からのラインに合わせて少し外向きにします。こうすることで肩が開きやすくなり、小指側に乗りがちな体重を親指と人差し指側に乗せられ、首も伸ばしやすくなります。そして足の向きですが、ガニ股気味の人は足の小指側が平行、内股気味の人は足の親指側が平行になるように足を置きます。腰痛や膝の痛みがある場合は、マット幅ギリギリまで足幅を取りましょう。ここまでがダウンドッグ時の基本的な大前提2つです。さて、長くなりましたが、ここからが今日の本題です。ダウンドッグで体を支える手のひらと足の裏、この部分が硬いと、ダウンドッグで肘や肩、首、また膝や腰や股関節に必要以上に負担がかかってしまいます。ですので、手のひらと足の裏の肉のこわばりをほぐしていきましょう。ヨガをしていて手首や足首が硬いんだと思っている人の中には、手首や足首そのものに加えて手のひらや足の裏の肉、そして手指や足指の伸縮がうまくいかない人が多いのです。手のひらや足の裏の硬さや肉の動きの癖など意識したことありますか？ヨガをしたことがなければ、こういった手のひらや足の裏の肉の動きとかいうものに意識を向けることってまずないと思うんですね。ですから今日からそういった部分にも意識を向けていきましょう。特に手のひらは日常生活で物をつかむときに縮める動きはよくするけれども、伸ばすことはないですよね。手のひらで体重を支える場合、手のひらは床とのクッションの役割を果たすので、面積は広くて柔らかい方が手首や肘への負担が少ないのです。ですので、床や椅子に座っているときに床や座布を使って手のひらの肉を縦に横に伸ばしましょう。手のひらにあるシワを意識して伸ばしましょう。指を広げ、小指を合わせ、指先からシワを意識して手のひらを置いていきます。手首は下につかなくて良いので、手のひらや指を反らせるぐらいにシワを伸ばしましょう。指も大きく広げ続けます。肩がすくまないように首の左右を伸ばします。手のひらや手指を広く開いて使えるようになると、床に当たる面積が広くなり、体重を支えやすくなります。このストレッチは手の甲側の手首や前腕にも刺激があるので、最後に反対側を伸ばしましょう。指を閉じて人差し指を合わせます。そして手前に手首を折って手の甲を床に置いて手首をストレッチしましょう。さっきとは反対で手の甲を伸ばします。手のひらと手の指が柔らかくなったら、次は足の裏です。ダウンドッグのポーズで足裏の使い方を練習します。足の指の付け根の盛り上がり部分で踏み込んで、膝を伸縮して足踏みをします。かかとは上げたままで大丈夫です。
膝を曲げた時に足指や足裏の関節やシワを縦横に広げるように伸ばします。足の指も5本とも伸ばして横にも開きます。足の指と足の裏を縦の横に開いたら、開き続けたまま膝を伸ばしてかかとを下ろします。左右の足で足踏みを繰り返します。手の指や手のひら以上に足の指や足の裏は普段の生活では意識しないですが、この機会に日常生活でも手のひらや足の裏を柔軟にすることを心がけていただければ嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。またね。